今日のモ活は筋肉マン懐かしい金消しに色付け動画シリーズ。昭和の金消しを令和の今塗装しています。今回は往年の9センチサイズのデカ消し第1弾 A 型の悪魔将軍をペイントします。水性アクリル塗料で色付けしました。記念すべきデカ消し第1弾、当時のパッケージに同梱されていたブックレットです。丸腰製の正規品で1弾、最初のパッケージにはこれが入っていました。この弾に含まれる超人は今回塗装の悪魔将軍の他にもバッファローマン、スニゲーター、ブラックホールと悪魔超人軍も一弾にしてそうそうたる顔ぶれのラインナップになっていました。まずは塗装前の状態です。大きな損傷などはありませんが、そこそこ汚れは目立ちます。ペイントには支障ないので、そのままいつもの工程で進めていきました。金消しデカ消しの塗装はおよそこんな流れで下処理から進めていきます。煮沸して形を整え、余計な油分や表面のホコリを取る。ベンジン漬けして可素材、塩ビを柔らかくする薬剤を抜く。乾燥させミスタースーパークリアツヤ消しを全体に吹き、塗装の下地を作る。そして塗装です。塗装の様子はハイライトで使用したカラーごとに見ていきます。まずは下地塗装です。今回はメインカラーはライトグレーのため、色のりが良くなるようにほぼ全面に塗った形になりました。白、シタデルカラーのレイヤー、ホワイトスカーです。水で溶いて薄めた状態で塗りました。色の境目は面相筆で、広い面積はハケで一気に塗りました。シタデルカラーはホビー用の水性アクリル塗料。塗料の食いつきも良く、隠蔽力が高いので、下地の色を気にせずに塗ることができます。イギリスのゲーム制作会社、ゲームズワークショップが販売しているマットな質感の水性塗料です。黄色を上塗りします。ボディの一部とマスクからなびく金髪に、シタデルカラーのベース、アバーランドサンセットを使いました。目の縁取りにシタデルカラーのレイヤー、エシングレイを使いました。極細筆で丁寧に色をのせました。ボディのマークに青、シタデルカラーのベース、ザ・ファングです。少し明るい藍色、紺色、粘性の高い扱いやすい塗料です。黒を目に入れました。ファレホのゲームカラー、ブラック。膝のパッド、アンクルカバー、ワンブ、そして目に赤を塗りました。ファレホのゲームカラー、ブラッディレッドです。鮮やかなレッドカラー。隠蔽力は強く、今回も下地を塗らずに直接色を入れた箇所です。ファレホは世界水準で最高級の水溶性アクリルカラーと言われ、筆塗りによる塗装が滑らかに、筆ムラも出にくく、広い範囲に塗装ができます。スペインが発祥の水性塗料です。ここで台座プレートの上塗りです。ファレホのゲームカラー、ラストフルパープル。明るい薄い紫を使いました。そして頭部、胴体、腰部、脚部、腕にメインカラーの明るいグレー、シタデルカラーのベース、セレストラグレイを塗りました。下地に塗った白が効いてうまく色が乗ってくれました。かかった時間は約70分の塗装でした。今回の塗装で使用した塗料はこちら。今年2024年は筋肉マン原作45周年、何かとメモリアルなイヤー。筋肉マン世代として祝い、応援する気持ちも込めて、家にある昔の金消しを片っ端から色分けしていっています。悪魔将軍は天上界出身の超人。かつてパーフェクトオリジンとして最初に認められたパーフェクトファーストの称号保持者。
ゴールドマンが自らの理想のもとに悪魔超人を育て魔界に君臨した姿。体の高度を自由に変えることができ、最大高度10を超えるローンズデイライトパワーを実現します。悪魔6騎士を取りまとめるドンとして登場。当時はバッファローマン、筋肉マンと激闘を繰り広げました。デカ消しは約9センチサイズの少し大きいサイズの金消しで、バンダイの子会社吊り下げ玩具を得意とした株式会社マルコシが販売していたフィギュアシリーズでした。各弾約10体、全12弾までリリースされていました。ディティールを仕上げていきます。フェイスの装飾などに、塗料は水性アクリルのシタデルカラーとファレホー併用、オール筆塗りで色付けしていきました。使用した筆は基本は模型塗装用の面装筆。面積の広い箇所はブラシ、ハケを使って時短させ、効率よく塗装をしました。塗装後はソフト99コーポレーションのボデーペン、クリアを全体に吹き付け、乾燥させて完成です。台座をつけて塗装後です。今回のペイントのカラーは第1期のアニメカラーをイメージしつつ、2024年の新作アニメカラーも踏まえて彩色してみました。フロントビューからリアビューまで。ということで、今回は筋肉マン金消し塗装、往年の丸腰製デカ消し第1弾悪魔将軍を水性アクリル塗料を使ってペイントしました。ご視聴をありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。